ほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、OKCSC アッシュ、ハンドメイド感が半端ない、最近じゃ珍しいヘッドホンだ。ハウジングの木材も、表面にクリアなどが吹かれておらず、無骨さをすごく感じる設計になっている。さらに、最近ではこのクラスのヘッドホンではまず見かけない、巨大なウレタンスポンジのクッションパッドを採用しているなど、レトロさを非常に強く感じるヘッドホンでもあるな。各部品も無骨さが目立ち、一回りして好みな人もいるんじゃないだろうか。ヘッドホンとしても、セミオープン型で、かつ、ケーブルが分割可能と、面白い仕様になっている。最初から付属ケーブルの品質がいいなど、有利な点もあるな。詳しく見ていこう。アッシュは、セミオープン型を謳っているけど、ウレタンパッドなので、実際の使用感はかなり開放型な印象だ。我が家で愛用している開放型を謳うヘッドホンは、ゼンハイザーの HD598SE と、シブガのフォーニックス。密閉感は、ゼンハイザーの HD598、OKCSC アッシュ、シブガフォーニックスの順番で、後者になるほど、遮音感がある。このヘッドホンはセミオープンを名乗っているけど、ほとんどの外の音がスルーして入るので、周囲に気を配りながら使いたいシチュエーションに向いてるぞ。側圧とヘッドパッドで固定するデザインなんだけど、最近の洗練されたデザインの大量生産品の後に見ると、手作り感がすごい。一部のネジ、ナットは完全に露出していて、再整備は修理、部品調達が簡単そうな形をしてるな。ヘッドバンドの構造部品は全て金属製になっていて、木製のハウジングと合わせて、若干重量感はあるけど、とにかくしっかりしているし、締め直しなどで調整も可能な構造になっている。ヘッドバンドの調整は、最初だけちょっと難しいけれど、一度調整してしまえば、側圧も弱く、安心して使えるヘッドホンとなっているぞ。質感は、おおむね、画像通りだ。メッシュの先にはドライバが確認できる。このヘッドホンに採用されているドライバは、50mm の樹脂振動板を採用した、ダイナミックドライバだ。Amazon の方には周波数特性が示されておらず、パッケージ背面には最低限のスペックが表示されている。Amazon では示されてないスペックは、ある程度ここで確認できるな。インピーダンス 32Ω とのことだけど、他の同じインピーダンス値のヘッドホンと比べて、音量を取りにくく感じる。ちょっと出力の強いアンプと組み合わせてあげた方が、実力を発揮しそうだ。1点気になったのが、Amazon 側では、純度 6N の銀メッキ単結晶銅ケーブルが付属する、と書かれてるんだけど、パッケージの方だと思いっきり OFC。つまり無酸素導線と書かれていること。こういう時は大体低い方のスペックを参考にすると間違いないので、付属ケーブルは OFC 線だと思う。それから、本機の印象に大きく影響を与える、大型のウッドハウジングなんだけど、他社のウッドヘッドホンは、大体丁寧に表面加工が施されてるけど、このヘッドホンに関しては表面は削り出した後に磨いただけの、無垢仕上げだ。使っているうちにだんだんと黒くなっていく、そういうところも味のあるヘッドホンだけど、しっかり管理が必要だという点も承知しとこう。ヒンジ部分は結構硬く、イヤパッド部分を横に回転させるのには多少力が必要になる。普通のヘッドホンのように、装着したら勝手にいい塩梅に曲がってくれないので、この部分の調整も、初めて使う時にしっかり行っておこう。そういう部分も含めて DIY 感を強く感じるヘッドホンだな。実際、アリエクスプレスとかだと DIY ヒードフォンとかの名称で出てきそうなビルドだ。ただ、これは決して乱暴な組み立ての商品ではなく、各部はしっかりとしていて、そこら辺の使い勝手は、より洗練された商品と変わらない。品質に関しては、しっかり安心して良いと思うぞ。そんなわけで、ほとんどのヘッドホンが、専用のより洗練された部品を使ってデザインされる中、無骨さすら感じるデザインのアッシュ。一部使い勝手に癖はあるものの、頑強に作られていて、長く使えるヘッドホンだ。ちなみに、リケーブル端子は、我が家では初めての、3.5mm ステレオミニジャック用だし、他の商品はだいたい 2.5mm 用出しだったり、3.5mm 型出しだったんだよな。それから、ヘッドホンで最も寿命が短いパーツである、耳部分のクッションパッドについてなんだけど、この部分は、数年で加水分解で崩れ出す。合成革のものは清潔に保ちやすいけど、表面がボロボロ崩れる経験をした人は多いはずだ。スポンジも同様に、長く使っていると崩れ始めるんだけど、それを想定してか、最初からスペアパッドが一組ついてるのは地味に嬉しい。ハウジングは癖のない深淵型なので、寸法で汎用のクッションパッドを探して交換することもできるだろう。そこら辺の部品の色々潰しが効く感じが、DIY ヘッドホンの良さでもあるな。そんなわけで、
少し癖はあるけれど、分解整備など、やろうと思うと色々簡単な構造のアッシュ。実際、音色の方はどうなんだろうか。開放型ヘッドホンは、その自然さが最大の特徴となる、中高音域が自然に抜ける音色で、長時間聴いていても違和感を感じないので、熱心なファンがいるジャンルでもあるな。僕はいつもゼンハイザーの HD598 を、作業の時に使う、一番ストレスのないヘッドホンとして愛用しているんだけど、アッシュはその位置を置き換えることのできるポテンシャルを持ったヘッドホンだと感じたな。HD598 は、リケーブルが難しい専用端子になっていて、かつ標準ケーブルの品質ゆえか、標準ケーブルだと高音域が気持ちよく抜けてくれない、という印象があるんだけど、アッシュでは、ハイハットが気持ちよく響いてくれるので、この時点でアッシュの方が好み、中音域のボーカル帯域も、十分に厚みを感じるもの、ウッドハウジングのおかげか、残響に温かみがあって、ただ開放されてるだけのヘッドホン、って感じはしないな。低音域に関しても、しっかりと量感がある。さすがに密閉型のヘッドホンにはかなわないけれど、自然かつ、映画の爆発音なんかを聞いても全く問題のない力強さだぞ。空間は、この手の開放型のお箱、しっかりと自然で、広がるのある音色だ。ここが好きで開放型を使ってる人も多いんじゃないかな？というわけで、音質はこの価格でしっかりと開放型の味を体験できる、実に優秀な作りのヘッドホンだ。不満点は、その特徴的なヘッドバンドだな。通常のヘッドバンドはアーチ型になっているものが多くて、このヘッドホンは、頭の形に沿ったアームの形をしていないんだよな。このせいで、頭頂部にだけ負担がかかり、この部分が痛むってほどじゃないんだけど、どうにもなんだかムズムズしてくる。そのため、せっかく開放型で耳が蒸れないのに、個人的にはあんまり長時間装着ができなかった。あるいは、シブガフォネイクスみたいに、レザーバンドが別体型になってたら完璧だったんだけど、頭の形によっては、頭頂部に負担が集中する、という点は注意が必要だぞ。僕の頭蓋骨の個人的な問題かもしれないけど。というわけで、アッシュは特徴的な DIY 感あふれる外観を持ったヘッドホンだ。装着の調整には癖があるけど、一度調整してしまえば問題なし。ウレタンクッションパッドなど、最近では珍しい仕様が並んでる。この価格でしっかりと両出しケーブル採用なのも嬉しい。ケーブルの端子は 3.5mm だ。遮音性と音漏れには期待しない方が良い。開放型だからそんなもんだ。音色は、開放型の美味しいところと、50mm 大型ドライバーによる自然なところが組み合わさったもの。大手ヘッドホンブランドのものと比べても遜色のない出来で、高音域がよく響き、中音域以下はウッドハウジングの温かみもちゃんとある。弱点は、特殊なヘッドバンドによる、頭頂部への負荷集中だな。ちなみに、クッションも入ってないので、本当にじわじわとムズムズしだす。ここの改善策があったら教えてほしい。と、こんなところだな。かなり好みなだけに、頭頂部がムズムズする問題の解決方法が欲しい。この部分が解決したら、個人的にはかなりありなんだけど、装着感は、イヤホンでもヘッドホンでも、最初に乗り越えるべき壁なのかもしれないな。といったところで今回はここまで。